こんにちは、絶の矢です。当は GLM5.2 から試験 AI とオープンメイトの現実を見ていきます。シルカスナです。フェイブル5とミトス5の停止は、AI が契約商品から国家の戦略資産へ変わる音のように聞こえます。GLM5.2 は ZAI の API で入力100万トークあたり1ドル40セント、出力100万トークあたりインドル40セントとされています。ただし本題は価格ではありません。API なら外部サービスですが、オープンメイトとして国内クラウドに載せれば自国で運用できる AI 基盤になります。NVIDIA は2019年の AI ネーションズから各国の AI 能力構築を支援し、2024年2月にはジェーンスンファンダー、各国は自分の AI を持つべきだと語りました。ここでは、NVIDIA が世界で最初に言葉を作ったと断定しません。ただ、試験 AI を国家の産業政策として前面へ押し出した重みは大きい。ここで中国の GLM、救援、ミープシークが効いてきます。強いモデルを公開し、各国の開発者や企業が自前環境へ取り込めるようにする。これは事前ではありません。米国クローズド AI の価格支配力を削り、中国発のモデル形式、推論基盤、ツールチェーン、強化文化を広げる戦略です。そして、この流れは中国だけのものではありません。米国側も、開発者、低コスト展開、試験 AI 市場を考えれば、オープンウェイトを無視できなくなります。ただし、フロンティアモデルを最初に持つ国の優位は消えません。科学発見、創薬、半導体設計、サイバー、防衛、ロボティクスで先に実験できます。数ヶ月から数年の差でも、運用ログ、失敗データ、強化基盤、ツール自動化、人材育成が先に積み上がります。ここが本当の先行者利益です。でも、オープンウェイトは断絶を時間さえ変えます。最前線が開いた道を、数ヶ月から数年後に別の重みが追ってくる。重要なのは、その時に国内へ載せられるかです。公開された重みを、自国語、自国法、自国産業データへ接続できる国だけが追随できます。強い重みを持つだけでは足りません。日本語、行政文書、法律、医療、製造、防災、半導体、電力、通信のデータへ接続する必要があります。種は同じでも、土が違えば森は変わります。自国の制度と現場で育てた AI だけが、自国の判断に近づきます。多くの国にとって、最前線フロンティアモデルをゼロから訓練し続けるのは現実的ではありません。GPU、人材、データ、電力、資本が重すぎます。だから現実策は、外部 API を使いつつ、重要領域だけ国内兵器推論に移し、強いオープンメイトを国内クラウドで回すことです。最初の一段は、止まっても国が止まらない設計です。次に、法律、医療、行政、産業の重要領域を内側へ移します。その紙で、強化基盤、監査、失敗ログ、プロンプトトラグの改善、必要ならファインチューンを回す。ここまで来て初めて、モデルが国の能力になります。では数値です。非米国、非中国の試験 AI 需要は、2030年までに弱気で約97万、メースで約217万、強気で約420万 GPU 相当と見ます。中国を入れると、弱気で約200万、メースで約470万、強気で約920万 GPU または ASIC 相当になります。米国を10とすると、非米国、非中国は1から 2.5、中国込みでは 2.5 から5、外側の世界も小さな影ではありません。レースの217万 GPU 相当だけでも、B209 で LHBM は約390から625ペタバイト。電力は PUE 込みで約 4.7 ギガワット規模です。中国込みのベース、470万 GPU または ASIC 相当では、HBM は846ペタバイトから 1.35 エクサバイト級。電力は約 10.1 ギガワット級まで膨らみます。ただし、需要が大きいからといって、全部がすぐ稼働するわけではありません。HBM、コアス、電力、変電、液冷え、光通信、人材が詰まります。私の見方では、非米国、非中国のベース217万 GPU 相当が見えても、2030年までに実際に稼働するのは130万から175万 GPU 相当にとどまる可能性があります。強気シナリオほど、少し夢が重くなります。計画の3割から4割が後ろ倒しになり、GPU より先に電力と工事が足を止めるかもしれません。短期は HBM とコアス、中期は電力、変電、液冷え、光モジュール、長期は運用人材と評価基盤です。
中国モデルには中国語圏や制度の影響があり得ます。米国モデルには英語圏や企業ポリシーの影響があり得ます。だから独自評価が必要です。オープンウェイトは自由の顔をしています。でも、その背後には、誰のツールで、誰の評価で、誰のクラウドで知能を回すかという綱引きがあります。日本の現実策は、米国 AI を使わないことではありません。止まっても麻痺しない国内水温、評価、専門データ接続を持つことです。行政、医療、防災、製造、半導体、電力通信では、国内で監査できるモデル運用とロゴを持つ。そこが日本型試験 AI の現実的な形です。モデル単体の性能差は少しずつ縮む可能性があります。けれど差別化は推論インフラ、データレージェント環境、セキュリティへ移ります。最前線を持つ国は火を先に見る。持たない国は火種を受け取り、自分の炉で燃やす。試験 AI の差は、その炉の怖さに出ます。重みは種です。炉でもあります。だが、種を育てる土と、火を守る手がなければ、知能は自国のものになりません。GLM5.2 の意味は、安い高性能モデルが出たことだけではありません。AI 試験の争点が、最強モデルの所有から、受け皿の運用へ移ったことです。なお、この動画は NOIA グリッドの市場観測とレアイによる考察です。投資助言ではありません。判断は必ず一時情報とご自身の状況で確認してください。